はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらソニーから出ましたリンクバッツ S。こちらをレビューしていきたいと思います。リンクバッツといえば、先日ですね、発売されましたこちらのですね、S も何もつかないリンクバッツですね、穴開きの完全ワイヤレスイヤホンで音楽を聴きながら、外の音はですね、自然に取り込めるというコンセプトのですね、イヤホンがあったんですけども、今回のリンクバッツ S もコンセプトは同じようにリアルですね。外の音も快適に取り込みながら音楽も楽しめるモデルになっています。ただ、先ほどお見せしたリンクバッツみたいな穴が開いたですね、イヤホンではなくて、普通の完全ワイヤレスイヤホンと同じように、耳をですね、塞げるモデルとなっていて、こちらはですね、ノイキャンなんかも入っているイヤホンになっています。リンクバッツの時から入っていた他のアプリとの連携ですね。例えば Spotify だったりとか、ロケット音なんかのアプリと連携して、いろいろなですね、ことが行えますよっていうのをさらに進化させて、センシング技術ですね、いろいろなセンサーを用いて、そのデータに基づいて何かをするというですね、技術を用いて、さらにですね、できることが増えたというモデルになっていて、なかなかですね、面白いイヤホンになっています。価格がですね、実売価格で24,000円ぐらいして結構値段がですね、高いモデルになっていて、WF1000X Mark IV と比べてどうなのっていう話もあるとは思うんですけども、とりあえず今回は単体のレビューをさせていただいて、またですね、改めて WF1000X Mark IV との比較はですね、しっかりやっていきたいと思いますので、今回ですね、こういう単体のレビューをですね、しっかりとやっていきたいと思っております。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、リンクバッツ S のレビューを行っていくんですけども、まずはスペックや価格をご紹介していきたいと思います。このリンクバッツ S はノイキャンや外音取り込みにも対応していて、前作の穴が開いているリンクバッツとはちょっとですね、経路が違うものになっています。ワイヤレス充電は残念ながら未対応で、片耳のイヤホンのみへの使用も可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続も未対応ですね。Bluetooth のバージョンは 5.2、対応コーデックは SBC-AAC、それからハイレゾ音源も再生することができる LDAC に対応しているという点がポイントになっています。ドライバーなんですけども、5mm のダイナミックドライバーが搭載されているということで、完全ワイヤレスイヤホンだと、一番メジャーで小さいものは 6mm のものが結構一般的なんですけども、リンクバッツ S はさらにですね、小さい 5mm のドライバーが使われていて、それによってですね、かなり高機能なのにコンパクトなですね、筐体を実現しています。バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時はイヤホン本体で最大6時間、イヤホンケース併用で最大20時間となっています。ノイキャンオフ時はイヤホン本体で最大9時間、イヤホンケース併用で最大30時間となっていますね。カラーなんですけども、今回ご紹介するホワイトの他にブラック、エクリュというですね、色があります。エクリュというのは灰色がかった黄褐色という意味のようですね。イヤホン防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間なんですけども、ソニーストアで購入すると3年間ついてくるということで、長くですね、イヤホンを使いたいって方はソニーストアで購入する方が、若干お値段はですね、高くなりますけども、保証がですね、しっかりとしているという感じになってますね。で、その他としましては、専用アプリによるファームウェアのアップデートとか、イクライザー設定なんかにももちろん対応していますし、脱着センサーによる音楽の自動再生一時停止なんかにも対応しています。それからですね、WF1000X Mark IV と同じように DSD Extreme というですね、iPhone や iPad なんかで聞いても、ハイレゾ相当の高音質にですね、アップスケールしてくれる機能も搭載されていますし、360リアリティオーディオという空間オーディオですね、こちらにも対応しています。あとですね、冒頭でも少し触れましたけども、穴開きのですね、リンクバッツにも搭載されていたアプリとの連携ですね。Spotify だったり、ロケット音、それから他にもですね、オートプレイというアプリなんかにも対応していたりして、その辺の機能がアップしてます。あと Google ファストペアにも対応してますね。価格なんですけども、現在 Amazon だと24,000円ということで、2万円台前半の価格帯となっています。はい。ということで、外観やデザインについてご紹介していくんですけども、外観ですね、こんな感じになっていて、かなりシンプルなですね、イヤホンケースになっています。横から見るとこんな感じで、四つ角が丸まっていて、可愛らしいデザインになっています。で、上にはですね、ソニーと彫られているんですけども、色なんかはついていなくて、かなりシンプルですよね。前面にはこちらにインジケーターがついていて、ここが光ります。裏に行きますと USB-C の充電ポートとリセットボタンがついているという形になっています。このリンクバッツ S は残念ながらワイヤレス充電には対応していないので、こちらのですね、裏から充電することになります。ちなみに WF1000X Mark IV と比べてみるとこんな感じのサイズ感ですね。横のサイズはですね、WF1000X Mark IV より短いですけども、縦はリンクバッツ S のがちょっと大きいですかね。厚みはこんな感じで、リンクバッツ S はかなり薄くなったので、ポケットなんかにもですね、十分入るかなと思います。
あと穴あきのですね、リンクバッツと比べてみるとこんな感じのサイズ感で、形状がですね、そもそも違うんですけども、こんな感じになっていますね。ノーマルのリンクバッツの時はですね、ケースを開ける時にボタンを押さなきゃいけなくてちょっと開けづらいなっていう話をしたんですけども、こちらはですね、通常の完全ワイヤレスイヤホンのケースと同じように簡単に手でですね、パカッと開けることができるので、片手でもですね、簡単に開けることができますね。で、ケースを開けてみるとこんな感じですね。イヤホンが収まってます。イヤホンもかなりシンプルなんですよね。イヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていくんですけども、まずケースをですね、閉じたまま振ってみると、こんな感じで振ってもですね、ケースは開く感じじゃないですね。で、イヤホン本体のマグネットは、こちらもですね、十分強くて、ケースからですね、不意にイヤホンが飛び出してしまって心配もないのかなと思います。これいいポイントですね。そうしましたらイヤホン本体を見ていくんですけども、イヤホン本体はこんな感じの形になっていて、こちらもですね、かなりシンプルですよね。このリンクバッツ S はですね、常時装着も可能だよっていうのをコンセプトのですね、一つにしているので、かなり小さくなっていて、私のですね、親指なんかより小さいくらいのサイズ感になっています。WF10X Mark IV と比べても 40% ですね、小型化したということで、形状自体は結構似てたりするんですけども、サイズはですね、全然違うので、親と子ぐらいのサイズの違いがあるんじゃないかなと思ってます。こちらがメッシュになっていて、こちらにですね、マイクが搭載されているんですけども、これもですね、本体色とですね、あまり変わらない色がしていて、目立ちにくいなっていう感じがしています。ここにですね、ソニーと書かれていて、イヤホンをですね、装着するとこっち側が上に来るんですけども、こんな感じのロゴがありますね。そして裏面に行きますと、こんな感じになっています。充電の接点と、こちらに脱着センサーが搭載されていますね。で、こちらにですね、LR の表記があるという感じです。イヤーピースを外してみると、こんな感じで、ノズルの先端の形は通常のですね、円形になっていますので、他のですね、イヤーピースにも付け替えることが可能です。この付属のですね、イヤーピースなんですけども、シリコンのものにはなっているんですが、ちょっと硬めになっていて、結構装着感もですね、いいかなと思います。少しですね、傘が深いのが特徴だなっていう感じがしていますね。結構耳の奥にズボッとですね、入り込むような装着感ですね。ちなみにですね、先ほど右をお見せしたんですけども、左側ですとこの脱着センサーの下にちょっと小さいポッチがついているんですけども、このポッチによってですね、この LR の表記がもし仮に消えちゃったとしても、右左がですね、わかるようになってるんだと思いますね。左右のですね、目印になっているようですね。こんな感じでですね、イヤホンケースもイヤホンもですね、かなりシンプルな感じになっていて、これもですね、かなりいいんですけども、最初見た時にですね、なんか、モックというか、プロトタイプみたいな感じにも見えちゃうなと一瞬思いましたけども、ちょっと白を買っているからかもしれないんですけども、ちょっとですね、そんな感じにもちょっと見えちゃうなって個人的には思いましたね。それでは重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量となります。42.3g となりました。これかなり軽いですね。一般的なですね、完全ワイヤレスイヤホンに比べてもかなり軽いので、これはとてもいいポイントですよね。イヤホン本体のサイズは両耳で 9.3g ということで、片耳 4.6g から 4.7g ぐらいとなりますね。これも軽いですよね。やっぱりですね、このリンクバッツ S は常時装着してるっていうのもですね、コンセプトの一つとして作られているので、かなり軽くてコンパクトっていうのはとてもいいポイントかなと思います。そうしましたら、ケースのサイズも測定していくんですけども、まずはケースの高さから。ケースの高さ、縦は 42.8mm となりました。ケースの横は 59.9mm ですね。ケースの厚みは 27.1mm ということで、3センチ未満ですので、ポケットの中にもですね、十分入れられるサイズ感になっています。そしたらイヤホンのサイズも測っていくんですけども、まずこのイヤホンの縦ですね、この一番分厚い部分を測ると 17.9mm となっています。で、横ですね。横はこの部分を測っていきますが、こう測ると 22.9mm となっています。で、イヤホンの厚みですね。こちらも場所によって厚みが違うんですが、なるべく分厚いところを測ると 12.3mm となりました。これめちゃくちゃ薄いですね。他のだと 17mm とかあったりするので、かなり薄いイヤホンになっています。で、ノズルの長さも一応測ってみますけども、測る場所によって長さが変わっちゃうので、参考程度にしていただきたいですが、こう測ると 8.4mm ですかね。こんな感じのサイズ感になっています。はい、そうしましたら付属品も見ていくんですけども、付属品はこんな感じになっていて、まず USB-A と USB-C のケーブルが入っています。こちらにですね、ソニーのロゴが入っていたりするんですけども、ちょっと短いので、ちょっと使いづらいかなっていう感じのケーブルになってますね。保証書が入っていたり、製品サポート登録の勧めという書類とか、あとは使用上の注意ですね。こちらマニュアルではなくて、使用上の注意ということで、マニュアルは紙では入ってないですね。それから
イヤーピースが入っています。SSS で M がついていて LL が入っているって感じで L がですね入っていない形になってますね。これもなんか珍しいですよね。やっぱりコンパクトさを売りにしているからか、小さいサイズは充実していて、大きいサイズはちょっと少なめという形になってるみたいですね。私の場合ですと、左耳はもともとついていた M のものを使ってるんですけども、右耳はですね、ちょっと大きいなっていう感じがしたので、S サイズにした方がフィット感が高まったということで、一つですね、変えてますね。こんな感じでイヤーピースは4サイズ入っています。で、先ほどですね、ちょっと触れなかったんですけども、イヤーピースなんですが、傘が深いって話はしましたけども、この裏側にですね、なんかこう模様が入っていて、これがですね、ただのデザインなのか何か影響しているのかちょっとよくわからないんですけども、ここにですね、傘の裏の部分なんであんまり影響ないのかなと思うんですけど、模様がですね、入ってますね。なんかちょっと珍しいですね、こちらは。ということでですね、付属品はシンプルなですね、付属品となっています。はい、そうしましたら装着感なんですけども、装着感はですね、こちらはですね、かなり耳の奥の方にズボッとですね、入り込むような装着感になっていて、金井型特有のですね、感じがしているので、耳の奥の方に入るのがちょっと苦手って方は、つけるのがですね、難しいかなと思いますね。ただ私的にはですね、結構奥まで入っていて、しっかりとですね、固定されるのが好きなので、装着感としてはとても良かったです。つけたところですね、写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、やっぱりかなりですね、コンパクトな筐体になってますので、WS-NX Mark4 の場合はかなりですね、耳を塞いじゃうような感じになっていたんですけども、このリンクバットレスはかなり余裕があって、この辺もですね、かなり余裕があるように見えると思うんですけども、これとても良かったですね。私こちら右耳はですね、成人男性にしては小さめなんですけども、それでもですね、このぐらい余裕でつけられますので、これとてもいいかなと思います。で、耳のですね、変なところに当たってる感じもないですし、しっかりとフィットされるっていうのがとてもいいポイントです。イヤホンつけたところを前から見るとこんな感じに見えまして、こちらもですね、かなり耳の奥の方に入っていて、全然ですね、この外側にはみ出してないっていうのがわかるかなと思います。厚みもですね、12ミリ、13ミリでかなり薄いっていうのもあって、しっかりと耳の中にですね、スポッと入り込むということで、これかなりですね、いいポイントかなと思います。これ耳からはみ出てると、はみ出てる分だけですね、ちょっと不格好というか、目立っちゃうというのもあって、そういうのがですね、苦手な方っていうのはかなりいいかなと思いますね。WS-NX Mark はちょっと大きすぎるっていう方はこちらですね、コンパクトでとてもいいかなと思います。かなりですね、シンプルで、こうやって見るとですね、マシュマロがですね、耳にはまってるような感じにちょっと見えちゃうかもしれないですけども、かなりシンプルで目立たないんじゃないかなと思います。頭を振ったりなんかしてもですね、全然外れる感じはしないんですけども、ただですね、走ったりなんかするとき、思いっきり頭をですね、こう横にですね、ガーって振ってしまうと、ちょっと若干揺れるなっていうのが分かって、やっぱり WS-NX Mark の時も言ったんですけども、こう耳にですね、こうはまっていて、やっぱ頭を振ると、ここがですね、ちょっと、この部分がちょっと揺れるなっていうのは分かりますね。WS-NX Mark 4ほど大きくもないですし、そこまで不快ではないんですけども、長時間ランニングとかしていると若干気になるかなっていう感じはするかなって思いましたね。でもこれぐらいやれば、ランニングなんかしていてもそこまでですね、嫌になっちゃって外したくなるっていうほどではないかなと思いますけども、完全にですね、耳に密着して、もうどんな頭振っても揺れないってことはないなっていうぐらいの装着感ですね。ただ装着感はですね、WS-NX Mark 4に比べるとかなり改善されているというか、しっかりとフィットされてですね、耳の奥で密着するので、それはとっても良かったかなと思っています。はい、続きましてアプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、アプリはこれまでのですね、ソニー製品と同じようにヘッドホンズコネクトというアプリでカスタマイズをすることができます。できることをですね、見ていくんですけども、まず両耳のですね、バッテリー残量やケースの残量も分かったりします。それからこちらですね、アダプティブサウンドコントロールというですね、機能は引き続きですね、使えまして、行った場所によってノイキャンとか外音取り込みの状況を変えるというものですね。例えば電車の中に入ったら、その位置情報を用いてノイキャンにしてくれるし、外を歩いてるときはノイキャンにしてると危ないから外音取り込みに自動で切り替えてくれるみたいな、そういうのを自動でやってくれる機能になっています。その他ですと、サウンドというところで、外音取り込み、ノイキャンオフとですね、こちらを切り替えることができます。ノイキャンはですね、WS-NX Mark 4の時は、ただのノイキャンだけではなくて、風切り音防止のですね、モードなんかもあったんですけども、リンクバッツですら風切り音防止モードはついていないですね。ただ、先ほど装着感のところでお見せしましたけど、耳からは全然はみ出してないせいか、風切り音っていうのもほとんど気にならなくて、風が強い日にですね、外歩いてたりしたんですけども、ほとんど気にならなかったので、風切り音防止モードがないっていうのがそんなに不利になることもないのかなという感じはしています。
で、外音取り込みはこんな感じで、20から1までですね。こんな感じで外音取り込みの強さを切り替えることができます。デフォルトが17ですかね。で、あとボイスフォーカスという車の音とかそういう音は取り込まないようにして人の声だけ取り込むというモードもあったりします。それからオフと、こちらを切り替えることができますね。それから Speak to Chat という、これまでもですね、あった機能ですけども、これをオンにしておくと自分が話し始めると自動的に外音取り込みになって会話がスムーズにできるよっていう機能があります。イコライザーですね。こちらもあって、デフォルト合わせて9個ですかねのプリセットがあるのと、あとカスタムでですね、プリセットいじれるという機能があったりします。こんな感じですね。低音域から高音域まで5バンドプラス低音域をまた別個ですね、いじることができるというものになっていますね。こんな感じのイコライザーがついています。それから360リアリティオーディオという空間オーディオの機能にも対応しています。公式のですね、アプリだと空間オーディオのアプリってちょっとあんまりですね、日本だと馴染みがない、機能をですね、使ってくださいってなってはいるんですけども、Amazon Music なんかでも空間オーディオですね、対応しているものがあるので、そちらですね、聞くことも可能です。それから、Bluetooth の接続品質ですね。音質優先と接続優先があって、音質優先にしておくと LDAC で音楽をですね、聴くことができます。ですので、最初デフォルトだと接続優先になっていて、AAC でですね、聞くことになってしまうので、最初接続した時にですね、LDAC で聞きたいという方はアプリを開いていただいて、この接続品質から音質優先にですね、していただけると、スマホ側も対応していれば LDAC で聞くことができます。それから DSE Extreme ですね。こちら iPhone や iPad ですと、そもそも LDAC で聞けないということで、ハイレゾ相当にですね、アップスケーリングしてくれる機能がここについています。そしてその他システムとして、音声アシスタントを何にするかというのを決めれたりとか、あとタッチセンサーのですね、機能の設定なんかをすることができます。ソニー製品ですね、他もそうなんですけども、タッチ操作のカスタマイズというのは左と耳でグループごとでやることになっていて、外音コントロールですね、ノイキャン外音取り込みの切り替えとか、あと、アプリとの連携するときのためのクイックアクセスですね。こちらの群と、あとは再生コントロール、音量コントロールみたいな感じで、この3パターンを左右のどちらかに割り当てるということで、デフォルトですと、この外音取り込みが左、で、再生コントロールが右に割り当てられていて、音量のコントロールはイヤホン本体ではできないというものになっています。これは別にこのリンクバット S だからじゃなくて、フラッグシップのですね、WF1000X Mac なんかも同じですけども、ここはですね、他の関電ワイヤレスイヤホンに比べると劣っている点の一つですね。で、こちらですね、外音コントロールの操作設定ということで、タッチセンサーのですね、操作で、右が左に外音コントロールを設定しておくと、タップ1回でノイキャンや外音取り込みをですね、切り替えることができるんですけども、その時にオフを入れるか入れないかとか、例えば外音取り込みを使わないっていう人だったら、こうしておくとノイキャンとオフだけ切り替わるとかですね、全部チェックしておけばノイキャン、外音取り込み、オフの順で3つのモードで切り替えることができるとか、そういうものになってますね。デフォルトだとノイキャンと外音取り込みだけがチェックが入っていて、1回押すと外音取り込み、もう1回押すとノイキャンに戻るみたいな感じで、この2つをですね、ループするという設定になっています。で、このクイックアクセスですね、こちらが WS1000X Mac オーナーから対応していない機能で、他のアプリとの連携の機能ですね。ダブルタップだと Spotify を再生しますよとか、トリプルタップだと Endel というですね、自動でその時の状況に合わせて音楽作ってくれるっていうアプリがあるんですけども、そちらの音楽を再生しますよというのをですね、設定することができます。で、イヤーピースのチェックをしてくれたりとか、自動電源のオフですね、イヤホンを外して一定時間放置しておくと電源オフになりますよとか、あと脱着センサーを用いて音楽の再生一時停止ができますよとかですね。あと通知音や音声ガイダンスですね。こちらを鳴らすか鳴らさないか、鳴らすんだったら何語にするのかっていうのを設定できます。アップデートがあればアップデートを自動でダウンロードするかどうかっていうのを決めたりします。あとはチュートリアルとしてですね、こんな感じでマニュアルがこんな感じで見ることができます。先ほどですね、付属品のところでお見せした通り、紙ではマニュアル入ってないので、マニュアル見たい方はアプリを入れていただいて、この3本線のところからチュートリアルというところを見ていただくと、マニュアルがですね、見ることができます。で、他だとですね、このサービスというところがあって、こちらですね、先ほどからですね、何回も言っているように、他のアプリとのですね、連携をして、いろんなですね、ことが行えるよというものになっています。前回のですね、穴が開いているリンクバッツの場合は、ここがですね、まだ少なくて、サブスクサービスの Spotify と、ロケットオンと呼ばれる、AR のですね、アプリですね、こちらと連携していろいろできますよっていうのがあったんですけども、今回はですね、この2つですね、真ん中の2つが増えまして、Endelというですね、その
の時のですね、状況に合わせて自動的にですね、音楽を作ってくれるというアプリがあるんですけども、こちらが使えたりとか、オートプレイと呼ばれるイヤホンを耳に装着したタイミングで自動的に音楽を流してくれたりとか、何か作業をしていて休憩の時に立ち上がってどっか歩いている時に自動でですね、音楽を鳴らしてくれたり、それから通話が終わったタイミングで音楽をですね、流してくれたりっていうのを制御してですね、自動でやってくれるというものになっていますね。このですね、アプリなんかも結構面白くて、やっぱりリンクバットレスは常時ですね、装着しているっていうのもですね、一つのコンセプトとしていますので、そういう部分でですね、今までとは違ったですね、音楽体験ができるというアプリになっています。ただずっとですね、つけていなくて、自分のタイミングで自分でですね、音楽を聴きたいっていう方だと、別にいらないかなっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、新しいですね、イヤホンを使った音楽体験という意味では結構新しい試みで面白いのかなと思います。ただですね、ちょっと注意点としましては、この辺とのですね、アプリの連携をすると、右耳だけですね、使うとか、左耳だけ使うみたいなですね、片耳で使用するのがちょっとできなくなっちゃったりとか、LDAC でですね、聞けなくなっちゃったりっていうですね、ちょっと制約なんかもあったりして、その辺がですね、ちょっとですね、せっかく LDAC 搭載しているイヤホンを買ってるのに、この辺と連携しちゃうと LDAC で聞けなくなっちゃうっていうのは、ちょっとどうなのかなっていう感じはするんですけども、こういうですね、新しいものを使いたいという方にとってはとてもいいかなとは思いますね。アプリとしてはこんな感じで、ソニー独自のですね、この辺のアプリとの連携なんかも少しですね、増えてきて、今後ですね、どういう方向に向かっていくのかっていうのはですね、ちょっと楽しみなところではありますね。はい、続きまして肝心の音質についてなんですけども、音質はですね 5mm のダイナミックドライバーということで、かなりですね小さいドライバーが使われているんですけども、それでもですね結構迫力なんかもしっかりあって、ソニーサウンドを再現されてるなって感じました。ソニーのですねサウンドつまらないっていう方もですね結構いらっしゃるみたいなんですけども、個人的にはですねキレキレな音ではないんですけども、ちょっと柔らかくて優しい音という感じで、聞き疲れの少ないですね音っていうのがとてもですね気に入っていて、やっぱりですね普段疲れてる時なんかにキレキレの音を聞くっていう時だとちょっとですね余計疲れちゃうっていうのもあったりなんかするので、優しい音に包まれてですねリラックスできるというか、そういうのがですねソニーサウンドにはあると思っていて、それとてもいいかなと思います。ここで迫力なんかもねしっかりですねパンチがある音ができてまして、ドライバーが小さいからって言って全然迫力がなくていまいちだなっていう感じはしなかったです。ただ一方でこれがですねドライバーのせいなのかちょっとわからないんですけども、テンポの速い曲ですね。ギターなんかでカッティングっていうんですかね、奏法についてちょっとあんまり詳しくないですが、なんかジャカ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 ですね聴いているような曲なんかだと、その辺のですね解像感っていうのがちょっと低いのかなっていう感じがしました。音がですね繋がっちゃうというか、その奏法自体も完全に音がですね切り離されてるわけではないと思うんですけども、ちょっとですねそういう時になんか他のですね、WS1000X Mark IV とか他の解像感が高いと呼ばれるイヤホンなんかに比べるとちょっとですね解像感が低いのかなっていう感じがしました。これがですねドライバーのせいなのかっていうのがちょっとわからないんですけども、そこがちょっと気になったかなっていう感じはしています。その他はですね WS1000X Mark IV と比べても十分ですねいい音は鳴らせているのかなっていう感じはしてましたね。ただですね、そういうですね、アップテンポな曲っていうのはちょっと解像感低いかなっていうのは若干感じはしたんですけども、アコースティックな曲とかですね、シンゴーサウングライターなんかの曲なんかで、音がですね、いっぱい鳴ってない曲、ローテンポの曲なんかだとめちゃくちゃ綺麗に聞こえまして、ボーカルの抜け感なんかも素晴らしいので、その辺はですね、さすがソニーだなっていう感じはしてますね。で、その十分ですね、音楽を楽しめるんですけども、とにかくですね、アップテンポな曲を聴きたい方っていうのは、もしかしたらその辺気になる方もいらっしゃるかなと思いました。続きまして、操作感についてなんですけども、操作はこのイヤホンのですねこの部分全体がタッチセンサーになっていて、タッチすることで操作することができます。ただレスポンスがですね WS1000X Mark IV に比べて若干遅いのかなっていう感じはしていて、もうちょっとですねキビキビ動いてくれると良かったかなって感じがします。ただ若干遅いと言っても WS1000X Mark IV に比べると若干遅いぐらいで、めちゃくちゃですねストレスがかかるほどの遅さではないというのは付け加えておきたいと思います。で、あとはですねやっぱりソニーの完全ワイヤレスイヤホンってノイキャンや外音取り込みの切り替え、音楽の再生聞いてるし、次の曲前の曲、音量の上げ下げの必要な機能がですね全てイヤホン本体でできないっていうのは、このイヤホンもですね先ほどアプリのところでご紹介した通り同じで、そこはですねやっぱちょっと気になる部分ではあります。長押しなんかもですね使えて全てできるようになるととてもいいかなと思うんですけども、そこができないっていうのはそのままになってますね。で、タッチですね、操作するところもイヤホン自体はコンパクトになりましたけども、タッチセンサーの大きさは結構大きいので、タッチメッシュなんかも少なくてですね、どこをタッチすればいいかわからないっていうこともあんまりないと思いますので、それはですねさすがソニーですね、しっかりと作り込まれてるなって感じがしています。
続きましてノイキャンや外音取り込みなんですけども、ノイキャンはですね、こちらさすがソニーだけあって十分ですね実用的な強さをしています。外を歩いている時なんかですと商店街の雑踏の音とかですね、街中の音なんていうのは聞こえないぐらいですね、しっかりと騒音カットしてくれますし、とても快適ですね。ただ電車なんか乗ってると電車の音ですね完全に消してくれて静寂を訪れるというほどではないかなと思っています。アナウンスの音もですねまあまあ聞こえて、アナウンスが鳴ってるのはわかるけど何を言ってるかっていうのは音楽の音の大きさによって分かったり分からないぐらいのノイキャンになっていまして、走行音なんかもですね音楽の邪魔にはならないけどもまあまあ入ってくるかなっていうぐらいのノイキャンになっていまして、完全に静寂が訪れるほどではないなと思ってます。ただこの間ご紹介したですねゼンハイザーのモメントマトゥルーワイヤレス3とですね同じぐらいの強力なノイキャンはあるかなと思っていますので、十分ですね実用的かなとは思いますね。で、外音取り込みなんですけども、このリングバッツ S はコンセプトとしてリアルとですねオンラインをつなぐというのもあって、この間のですね穴あきのリンクバッツみたいに自然な感じで外音取り込みをできるよと、常にですねイヤホンつけていられるよというものがあるんですけども、やっぱりこちらのですね穴あきのリンクバッツに比べると耳がですね塞がっている分、そこまで自然にですね外の音が入ってくるかって言われるとそこまでじゃないなっていうのが正直なところです。十分ですね外音取り込み自体は実用的で、コンビニやスーパーでの会話も十分可能だなっていう外音取り込みはしてますし、入ってくる音もですね綺麗ではあるんですけども、やっぱり物理的にですね穴が開いているのとはちょっと違うなという感じがしてますね。ですので一般的な完全ワイヤレスイヤホンに比べて外音取り込みが優秀っていうのはあるんですが、イヤホンを外した時にはかなわないなっていうのはもちろんですねあるというか、こちらのリンクバットの時はですね普段の音の中にBGM 的に音楽をですね付加できるというか載せるっていうのがですねできて、とてもですね気持ちがいいよって話をしたんですけども、それとはやっぱりちょっと違うなという感じがしてますね。あくまでイヤホンをつけている時に後付けで外の音も聞こえるよというような感じがしていますね。その辺のですね穴あきのリンクバッツとリンクバッツ S ではちょっとやっぱですねその辺は違うなというのは正直ありますね。ただもちろん普段ですね使う分には実用十分なですね外音取り込み性能をしてますので、それはとても良かったかなと思います。レビューの最後としまして通話品質なんですけども、通話品質はいつも通りですね Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはソニーリンクバッツ S とスマホを接続し PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、めちゃくちゃ良かったですよね。ソニー史上最高の通話品質とですね、公式ウェブサイトに書かれてある通り、めちゃくちゃ綺麗で自然なですね、音声をしてますし、しっかりとですね、低音なんかも入っていて、快適にですね、通話できるんじゃないかなと思いました。WF1000X Mark IV は通話品質ですね、良さそうで意外とそこまではないという感じだったんですけども、このリンクバッツ S はめちゃくちゃ通話品質が良くて、これとても良かったですね。先ほどもですね、お見せしましたが、イヤホンをつけるとこんな感じで、ここにですね、マイクがついているはずなんですけども、ここはですね、ちょっと口元からやっぱ遠いですし、耳のですね、この辺に隠れちゃっていて、ちゃんと取り込めるのかなっていう思いがあったんですけども、実際やってみたらですね、かなり綺麗に聞こえたので、これすごいなと思いました。通話品質がですね、高いイヤホンって結構スティック型で、スティックの先がですね、口元に近いので、通話品質が良くなるっていうものが結構あったりするんですけども、このリンクバッツ S は耳の中にスポットですね、しっかりと収まっているんですけども、声はですね、拾えているということで、これとても素晴らしいなと思いましたね。常時装着をですね、歌ってるイヤホンなだけあって、テレワークとかでずっとイヤホンをつけていたいっていう方でも、急にですね、電話がかかってきて、そのまま通話に出たとしても、相手にですね、クリアな声が聞こえますので、そういう部分でですね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、ここまでレビューを行ってきたんですけども、ここからはリンクバッツ S の気になったところについてご紹介していきたいと思います。まず一つ目の気になった部分は、先ほど操作のところでも言いましたけども、やっぱりソニーのイヤホンみんなそうですが、タッチ操作で必要な操作ですね。ノイキャンや外音取り込み、再生一時停止、次の曲前の曲、音量の上げ下げですね。すべてがイヤホン本体でできないということになっています。デフォルトですと音量の上げ下げがイヤホン本体でできないですし、音量の上げ下げを入れようとすると、外音取り込みとかノイキャンの切り替え、もしくは音楽のですね、再生一時停止とか、次の曲前の曲ができなくなるということで、そこはですね、ソニー製品すべてそうですけども、そこがですね、ちょっとデメリットというか、そこを改善してくれるとですね、より評価がさらに上がると思うんですけども、そこはですね、今のところそんな感じの仕様になってますね。
続きまして気になった部分の2つ目なんですけども、このリンクバッツ S は様々なですね、アプリとの連携ができて、センシング技術を用いていろんなことができるっていうのはメリットの一つではあるんですけども、このアプリと連携しようとすると結構制約が発生しちゃって、LDAC ですね、音楽が聴けないとか、あと片耳のイヤホンだけで使用することができないとかですね、何かをやろうとすると他の部分がですね、制約が発生してしまうということで、そこがちょっとですね、せっかくいろんなことができるようになってきて、面白くなってきているのに、制約が発生してしまうっていうのはちょっと残念かなと思いましたね。技術的にですね、難しいんだろうとは思うんですけども、そこはですね、クリアされてくるとよりですね、いろんな人が使いやすくなって、評価もですね、さらに上がってくるんじゃないかなとはちょっと思いましたね。今の状態ですと、やっぱりですね、せっかくですね、ソニーのイヤホン買うんだったら LDAC で聞きたいって方もたくさんいらっしゃるでしょうから、そうなるとですね、そのアプリの方は、置いといて LDAC で聞くということになっていくんじゃないかなと思いましたね。今後ですね、改善されてくると、とても嬉しいかなと思いました。で、最後のですね、気になった部分なんですけども、これはですね、そんなにですね、悪い部分とまでは言えないかなと思うんですけども、やっぱりこちらのですね、この間ご紹介したアナーキドリンクバッツほど快適にですね、自然に外音は取り込めないなっていうのはあります。十分ですね、コンビニやスーパーで会話できるぐらいの外音取り込みをしていて、そういう部分ではですね、全然ですね、使い心地いいというか、他のイヤホンに比べても勝っている部分ではあるんですけども、やっぱりですね、本当に外の音をですね、自然に取り込んでというか、外の音と音楽を融合させて音楽をですね、BGM 的にかけたいっていう方ですと、こちらのアナーキのですね、リンクバッツになってくるのかなとは思うんですけども、やっぱりノイキャンとかついてる部分ですね、このイヤホンの良さもありますので、ここはですね、めちゃくちゃデメリットっていうわけではないんですけども、このリンクバッツ S をですね、買って、アナーキのですね、リンクバッツほど綺麗に外音取り込みを期待して買うってなると、ちょっとですね、買った後にですね、後悔しちゃうってこともあると思うので、そこはですね、知っておいてですね、いただけるといいかなと思いました。はい、ということで今回ソニーリンクバッツ S のレビューを行ってきました。やっぱりリンクバッツ S のですね、いいポイントでこのコンパクトさですよね。めちゃくちゃいいかなと思います。ソニーのですね、ハイエンドクラスというか高機能なイヤホンになってくると結構大きくて、WF1000X Mark IV もそうですし、その前のですね、WF1000X Mark III もですね、結構大きかったんですよね。それがここまでコンパクトになっていて、耳の中に入れてても全然目立たないですし、耳にですね、しっかりと収まるということで、耳が小さい方なんかでも十分ですね、使えるなと思いましたし、装着感もですね、とても良かったです。一方で WF1000X Mark IV のですね、やっぱ目立つ感じっていうか、いいイヤホンをですね、つけてるんだっていうのがですね、わかる感じっていうのも、いいなっていう思う方も結構いらっしゃると思うので、それはですね、好き好きだと思うんですけども、やっぱこのコンパクトさでソニーサウンドがですね、しっかりとですね、再現されていて、ノイキャンや外音取り込み、それから通話品質なんかも重視したいっていう方にはとてもですね、いいかなと思いました。ちょっとですね、リンクバッツという名前だけが先行してしまって、その部分にフォーカスされちゃうと、リンクバッツって何なんだっけって思っちゃうのもですね、ちょっと若干あるかなと思うんですけども、一つ一つのですね、機能っていうのはですね、やっぱりしっかりと作り込まれていて、そういう部分のですね、CX とですね、よく最近だと言われますけども、顧客体験の部分だとかなりですね、満足度の高い一品に仕上がってるかなと思いますね。でちょっとですね、制約は出ちゃいますけども、他のですね、メーカーなんかにないいろんなアプリと連携して様々なことがですね、できるようになってくるっていうのもやっぱソニーならではかなと思いますので、完全ワイヤレスイヤホンはただ単純に音楽を聴くためのデバイスじゃないっていうのはですね、意識してですね、いろいろ開発されていると思うので、今後ですね、さらにパワーアップしてくれば、もっともっとですね、楽しい、音楽体験ができてくるかなと思いますので、その辺もですね、期待したいなと思っております。今回の動画はですね、かなり長くなっちゃったんですけども、次回ですね、今回も WF1000X Mark IV との違いっていうのも若干ですね、話の中で出てきたりしましたけども、もうちょっとですね、どういうところが違うのかっていう部分もですね、ご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひですね、気になる方はチャンネル登録いただいてお待ちください。はい、ということで、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。